日本旅行から帰っただけで子供がピザを食べなくなるなんて嘘でしょ。嘘なら箱を開けた瞬間に食卓が凍りつくこともなかったでしょうね。海外の夕食はピザ1枚で終わるから毎晩とっても楽しそうなのだ。旅行前までならその無邪気な幻想も家族の平和も守られていたわ。旅行前、このピザ出せば家族みんな笑った。私は夕食の英雄だった。それが帰国しただけでどうして誰も一切れ取らないのだ。再現上の子供役、箱を見る、次に私を見る、そして静かに首を横へ振る。これは実在過程の確認済み映像ではなく比較上の象徴的な再現よ。拒んだ理由はおもちゃなのだ。それとも旅行でもっと高い菓子を覚えたのだ。違う。欲しいと言われたのは日本で食べた魚と白いご飯だった。豪華な土産ではなく本人にとっての普通の夕食を要求したわけね。魚と白米なら質素なのだ。それならピザより簡単に出せそうなのだ。作らないものほど焼くだけ炊くだけ盛るだけと気軽に数えるのよ。ピザ箱からゴミ箱を見る。でも捨てた事実ではない。これは心情の比喩だ。未確認の一時投稿やコメントを実在過程の事実として扱ってはいけないわ。それでも親の顔には明日の献立まで請求された恐怖が出ているのだ。日本で覚えた普通の夕食が海外では高級な要求書になることもあるの。旅行は終わった。荷物も片付けた。でも食卓の基準だけ返ってこない。楽しかった旅行の請求書が帰国後の夕食に届くなんて怖いのだ。旅行は終わっても味覚だけは帰国しなかったようね。ここからは単なるわがままで片付けず食経験と慣れを見ていくわ。一度のお寿司で舌が日本仕様に改造されたということなのだ。早合点にも程があるわ。数日で舌が別物になった証拠はないのよ。旅行前はピザ、旅行中は魚や白米、帰国後2つを比べる場面が生まれた。まず重要なのは旅行前、旅行中、帰国後という3段の時間軸だわ。味の記憶だけを持ち帰ったなら少し待てば忘れてくれそうなのだ。食べ物の学習は味だけではないわ。見た目、香り、食感も含まれるの。さらに誰と食べたか、楽しかったか、安心できたかも一緒に残る。食卓での経験まで束になるから単純な味比べだけでは説明できないのよ。つまり日本旅行の楽しさが魚と白米にも張り付いた可能性があるのだ。可能性の一つね。ただしこの企画の過程について確認された因果ではないわ。親の期待や疲れもある。拒まれた一口が実際より大事件に見えることもある。そして食品の受け入れやすさには繰り返し触れる経験も関係しうるわ。魚を毎日見せれば最後には全員が大好物になるという研究なのだ。勝手に万能略へ仕立てないで研究の対象と限界を正しく見なさい。2025年の米国食事指針諮問委員会による系統的レビューでは2歳から6歳への反復的な味覚接触と対象野菜の需要が検討されたわ。需要を高める可能性について根拠の確かさは中程度と評価されたの。中程度なら何でも必ず食べるようになる保証ではないのだ。ようやく慎重になったわね。個人差もあり結果を全員へ保証しないわ。レビュー内の研究には接触回数が6回から15回に及ぶ例もあるわ。では15回、日本食を出せばピザ拒否が完成するという数字なのだ。違うわ。短期旅行や魚と白米への効果を直接証明した数字ではないの。対象は野菜の研究だ。旅行後のピザ嫌いを証明する資料ではない。まして日本食が他国の食事より優れるという根拠でもないわ。科学の話に見えて実は言ってよい範囲がかなり狭いのだ。狭い範囲を守るから科学なのよ。都合の良い物語へ飛び越えないことね。それでも新しい食卓が比較対象として残る可能性は考えられる。数日で日本食中毒になったのではないわ。別の基準を覚えたのよ。脳内へ日本食基準が入ったように見えても科学的な改造ではないのだ。これは経験を分かりやすく語るための比喩に過ぎないわ。帰国翌日、私は白米、焼き魚、汁物、野菜の小皿を揃えに出た。必要なのは米と魚だけなのだ。近所の店で2つ取れば終わりなのだ。作る側の現実を見なさい。献立は食材名だけで完成しないのよ。単粒米はどこだ。魚は骨が少ないか。調味料は何を選べば近づく。一つの売り場で終わらず店内を何度も往復する再現になった。国や地域が設定されていない以上値段や入手性は断定できないわ。海外なら魚は必ず高い。ときめつけるのもダメということなのだ。当然よ。地域、季節、店、世帯条件で負担はまるで違うの。だから具体的な金額は言わない。でも探す品目が増えた事実は重い。一品料理なら一つだった判断が小皿の数だけ枝分かれしていくわ。米を洗う、汁物を考える、魚を焼く、野菜を切る、全部別の時計だ。同時に始めれば同時に終わって一気に食べられるはずなのだ。火加減も下ごしらえも無視する助言は台所の外でだけ勇ましいわね。魚を見れば霊が止まり、米を見れば汁が煮詰まり、野菜が私を待つ。献立が増えただけで
親の注意力まで分割払いになっているのだ。しかも完成時間を揃えようとすれば段取りの負担も増えるわ。昨日までピザ1枚で英雄だった。今日は米を炊く係になった。骨を取る係、汁を見る係、皿を洗う係もいる。全部私だ。一人の親へ厨房の役職が集中して家庭内で過労が始まったのだ。誰かが作れば誰かが洗う。そこまで分担できなければ負担は偏るわ。小皿は可愛い。でも可愛い皿も食後には洗い物になる。シンクの皿が食卓で見た数より増えているように感じるのだ。鍋、まな板、包丁、保存容器まで数えれば錯覚とも言い切れないわね。炊飯器の終了音が仕事の終業ではなく次の作業開始に聞こえる。食べる前なのにもう片付け簿の疲労まで先取りしているのだ。これが献立を再現する側の地獄よ。料理名だけでは映らない部分だわ。ようやく並んだ。白米、魚、汁物、野菜、見た目はかなり近い。これなら再現役も満足して親は再び夕食の英雄へ戻れるのだ。ところが一口の前に言われた日本で食べたものと少し違う。旅行先の空気まで再現できない以上同じ材料でも同じ経験にはならないわ。ここまで働いて最後に少し違うと言われるのは残酷すぎるのだ。怒りたい。でも本人には覚えている違いを言っただけかもしれない。子供の感想と親の労力は同じ天秤では綺麗に釣り合わないのよ。一度だけなら記念の夕食だけどこれを毎日求められたら終わるのだ。再現に成功しても次は明日の献立が待っているわ。魚の次は肉か。野菜は何にする。汁は昨日と同じで良いのか。夕食が終わるたび翌日の献立会議が自動で開かれてしまうのだ。家計を圧迫するのは値札だけではないわ。時間と判断力も立派な資源よ。買い物、調理、片付け、その間に他の家事も消えてはくれない。だから具体的価格がなくても負担の連鎖は描けるのよ。日本食を出せば幸せという一方では台所の現実が全部消えるのだ。そしてその荒れた台所を一旦止めて一方日本では急に皿の並びが整ったのだ。さっきまでの警報みたいな空気はどこなのだ。場所を変えただけよ。似た要素を持つ献立が静かな朝へ現れたの。白米、汁物、魚化肉、野菜、私が全力で並べた形に少し似ている。ホテルの朝食や定食では複数の料理を組み合わせた献立が見られるわ。これ事件現場ではなく普通の朝食として出てくることがあるのだ。さっきの家庭が全力で再現した光景を寝ぼけた人が処理するのよ。同じ小皿なのに海外の台所では地獄で日本では平穏に見えるのだ。提供する場所と仕組みが変われば同じ献立の意味まで反転するわ。ただし日本の家庭料理を全て一汁三菜と呼ぶのは乱暴よ。ホテル、定食店、学校給食も全部同じ仕組みではないのだ。その通り、提供主体も目的も違うから共通点は献立の構成に絞るわ。私の家では特別対応だったものが別の場所では日常に組み込まれている。混乱から平穏への切り替わりこそ場所が生む不気味な対比なのよ。さらに日本では献立との接触を制度の中へ組み込む場所があるわ。もしかして毎日じわじわ食べ物を見せる秘密施設なのだ。大げさだけれど学校給食を静かに作動する装置として見てみましょう。文部科学省の資料では学校給食は栄養補給だけに限られていないわ。望ましい食習慣や食文化への理解を育む食育の機会とされているの。昼ご飯を食べている間にも教育制度から逃げられないのだ。日本では教育制度が昼休みにまで献立を送り込んでくるわ。主食、主菜、副菜、汁物などを組み合わせた献立例も示されている。毎食すべてが同じ形ではないけれど異なる要素へ触れる機会になるわ。一つの皿だけでなく色も形も食感も違う料理が同時に来るのだ。少量ずつ異なる料理が並べば見た目や食感の差へ自然に接触できるわ。好きなものだけを一直線に食べるより比較対象が増えていくのだ。ただし並べれば全員が必ず食べるという意味ではないわよ。食べる量も苦手なものも受け入れる速さも一人ずつ違う。日本の全児童が何でも食べるなどという神話を作ってはいけないわ。給食があっても好き嫌いはある。それでも見る機会は残るのだ。そうね、日常の中で接触機会が続く構造に注目するのよ。家庭だけに献立の経験を背負わせず学校という場でも食卓が作られる。給食では地域の食材や郷土料理を扱い食文化へ触れる機会にもなるわ。地域ごとの料理まで昼休みに来るなら食の地図を食べるようなのだ。比喩としては悪くないわ。ただし提供内容は地域や学校で異なるの。栄養教諭は毎日の献立を配置する司令官みたいに見えてきたのだ。それはブラックユーモアよ。実在の学校や関係者を揶揄してはいけないわ。私が一晩で苦戦した組み合わせを仕組みとして支える人たちがいる。調達、調理、衛生、教育、その背景があるからトレーだけ見てはいけないの。静かな食卓の後ろに大勢の仕事が隠れているということなのだ。家庭の孤軍奮闘と
制度で支える給食では負担の置き場所が違うわ。家庭で同じ形を毎日再現できないのは親の愛情不足ではない。当然よ。設備も時間も人数も違うのに同じ成果を迫る方が異常だわ。それでも日本の給食が安全地帯に見えて仕方がないのだ。崇拝はやめなさい。給食にも目的と限界があり、万能ではないわ。では最後に、子供の好き嫌いが急変したという単純な物語を壊すわ。ピザ嫌いになった原因は日本旅行だけではないということなのだ。新しい食経験、親の期待、食材環境、調理負担が衝突した可能性があるの。旅行中の楽しい記憶と帰国後の疲れた夕食では条件がまるで違う。一つの拒否反応だけから味覚の恒久的な変化を断定できないわ。親が日本食を完全再現できなかったせいと責めるのも違うのだ。入手できる食材も使える時間も家庭ごとに違うのよ。では毎日魚と白米を強制すればいつか問題は消えるのか。強制へ飛ぶ必要はないわ。本人の反応を見ながら現実的に試すの。入手できるものを少量ずつ出して選択肢をいくつか作るのだ。一度に完璧な定食を作らず一品ずつ慣れを探る方法もあるわね。冷凍の魚でもよい、現地の野菜でもよい、家族が続けられる形を探す。日本式の見た目を守るより家庭が継続できることの方が大切だわ。一回の成功より親が倒れずに次の夕食を迎える方が重要なのだ。ずいぶん成長したわね。最初は炊くだけ焼くだけと言っていたのに。皿の山を見たら作らない側の軽口が一番いらないと分かったのだ。私はもう日本へ連れて行かない。絶対に行かない。そう決めた。その手に開いている航空券の価格表は何なのかしら。確認しているだけだ。次の休暇が安いか念のため見ているだけだ。親が後悔したのは日本ではなく帰国したことだったのだ。それも企画上のオチよ。本人の発言として扱うなら一時資料が必要だわ。なら給食のある日本へ戻れば家庭で毎日料理しなくて済むのだ。あなた保護者ではなく給食に扶養される帰化者。移住検索の理由が仕事でも文化でもなく昼ご飯になってしまったのだ。食卓の別の選択肢を知ることは家庭の従来ルールを揺らすのよ。でも知って味を消すのではなく家に合う形へ翻訳すればよい。完璧な再現を諦めることは経験を否定することではないわ。旅行の思い出と毎日の家計を同じ皿で無理に戦わせないのだ。ようやく現実的な結論で、食卓は文化論だけでなく生活そのものよ。今夜は白米と現地の魚、それに簡単な野菜だけ。これなら続けられる。小鉢の数ではなく家族が無理なく食べられる形を探せばいいのだ。食品の需要には個人差があるわ。焦らず原因を一つに決めないことね。日本の普通を持ち帰った外国人を待つのは食卓だけの地獄ではないわ。まだ地獄が残っているのだ。夕食だけで十分お腹いっぱいなのだ。次は日本の静かな夜に慣れた旅行者を襲う生活音の仮企画よ。帰国した夜、車の音も隣人の声も旅行前より大きく感じるかもしれない。これは次回予告用の仮テーマで確認済みの事件や統計ではないわ。もう日本から帰らなければ食卓も夜の音も全部解決なのだ。現実を見なさい。旅行先へ永遠に逃げても生活は追ってくるわ。それでも静かな夜と給食のために移住検索だけは続けたいのだ。日本というぬるま湯から出られなくなる前にチャンネル登録して現実を見なさい。登録して次の日本後遺症にも一緒に震えてほしいのだ。